こんばんは、フェマールでございます。今回はこちらの国道8号線敦賀市タイっていうところになるんですけども、今上に画像を載せますけども、この航空写真を見たところでこちらにピラミッド状の建物があります。それが今ここの分岐点、ここですね、ここにあるらしいんですよ。でそれが何なのかよくわからない、それを探りに来たのと、それに対する付随施設だと思うんですけども、その施設の謎を解きたいと思ってやってまいりました。よろしくお願いします。ただいま敦賀新港方面からこちらの新港口交差点、こちらインターチェンジ場になっております。こちらの方からアクセスしていきます。そうしますとですね、こちらがインターチェンジになってるんですけども、その三角屋根のピラミッド、その実際がよく分かっておりません。でここにこのような施設があるんですね。ここが関連してるんじゃないかということで、ここからまず探っていこうと思います。それでは車を降りてみました。そしてそちらの方向にあるのがその謎のピラミッドの建物があります。でその前にこのピラミッドとなんか僕は最初こちらの施設が関連しているものかなと思ったんですね。でこの情報元の視聴者さんが記憶の中で言うにはなんか淡水化施設じゃないかというんですけども、その辺も調べてみましょう。血を挟んでこんなんですね。で今これ画像出しますけども、2012年のストリートビューで見るとここにヒートシンクの太陽光で温めるためのなんか設備があったんですね。で今はないですね。タイインターどなたかが視聴者さんだよね、あれ多分視聴者さんやと思われます人が今通ってきました。タイインター散水設備操作制御盤と書いてあります。ですからこちらのあそこに散水設備がありますね。で水でも溜めたのかな、地下に。地下へ通じるような階段みたいなのがあるんですね。あそこをいっぺん見てみましょうか。場所を変えまして反対側からアクセスできておりますね。自転車を降りて歩きましょう。なんだこの試験よ。これは降りざるを得ないな。ここですね。あそこここは立ち入り禁止じゃないんで、あそこからやぶ分けして登っていきますね。なんだろうな、これ消火器2つあるから危険物置き場っぽいな。あそこなんかやっぱ地下へ通じる階段になってますね。まさかですけど、そのピラミッドのところにつながってるわけじゃないとは思うんだけど、ここにも階段のアクセスするみたいな、この機械で分かりやすい。なんか地下へ通じてるのは確かですね。そしてこの階段脇にはガスの弁がありますね。なんか焼却的な温水を作る施設なのかな。ちょっとごめんなさい、手だけ伸ばしてるんでちょっとこれ帰ってからじゃないと見れないや。ただ地下へなんか通じるものではありますね。なのでこの地下になんかあるんだろうな、これ。ただその昔の画像で見る太陽光パネルみたいなのがなくなってるとこ見ると、この施設自体はもう使ってないんじゃないかな。2箇所の入り口はあるわけですもんね。これはあくまで僕の憶測ですけども、その太陽光パネルは多分温水を作るようなためやったと思うんですよね。そして今のこちらの機械にお湯溜めてったんかなただああやって地面から多分中の蒸気かなんかを出すための弁当、換気弁当やと思うんですけど、それにこちらの地下へ通じる階段、ガスの線があるから、これ多分給湯かなんかしてないのかな。でそうなるとピラミッドを今から行くんですけど、それがどう関連してくるかですよね。でピラミッドは普通車ではあそこ見えないんですけど、トラックからやと上が見えるらしいんですよ。で行ってみたら発掘になると思いますんで、今からやっていきますね。で今の施設とこの今から見に行く謎のピラミッドがどういう関連をしてるかが謎ですけど、今のとこ見るとあそこへつながるなんかなっても思うんですけど、実際見てみて判断しましょう。やっぱ建物に煙突ありますね。多分なんか燃焼しててなんかやってたんでしょうね。それではまた元の地点へ戻ってまいりましたけども、建物のとこから煙突が出てるんじゃなくて地下から煙突が出てますね。だから建物自体は燃料庫かなんかなんかな、分からんけど、
ね、分からんですけど機械速化で下でなんか燃焼とかしてるのかな、分からんですけどね。ただこの地下へ通じる穴とあのピラミッドが関連するかどうかですよね。じゃあいよいよですけども、皆さんお待ちかねのピラミッド捜索へ行きます。でここは歩行者進入禁止とかそういう場所ではございませんから、法は触れておりません。ご安心ください。あるわ普通にあんじゃんしかしすっげえゴミやな。ゴミこきやんけ。うわちょっと待っていい今雪がすごい時期だったんですけど、これゴミで生まれるってどういうことよ。これゴミを捨てるなって書くとね、逆に捨てるんですよ、こういうのってね。だから逆に書かない方がいいんですよ。出ましたよ。これあんま乗用車からじゃこれ見えないんだよね。だから高さ的に言うと意外とほら、さっきはそこにいたんですね。でここ掘り下げてここあるから、もしかするとですよ、地下通路とつながってんのかもしれない。で今ここが国道8号線ですよね。意外と目立つ建物やったんですね。でガラス張りなんだねこれ。そこが分岐点で、ここの V 字ゾーンですね。ここの先ほどがあちらが変な施設があったところで、これがガラス張りですわ。さあ行きますよ。うわっ何これ、なんか変な、カーブミラーある。カーブミラーがありますわ。これボックスカルバーターやね。これグレーチングはあるけど、あれはただ単に水抜きだろうな。だからこの下には道があるはずなんですよ。でそこは僕行ったことないんで、今からそれが初見でございます、はい、どうなることやら。ここにこんなもん作ったって、ほらトラックの人らは見えるかもしれんけど、乗用車の人って見えないよねこれね。立派なこれ建物だよね。これ下手すると宗教の施設かみたいな感じですよね。太陽パワーを入れていただきましてみたいな感じの。私的にはこのGoogle ストリートビューから見えないから、草に覆われて、もうこのピラミッドが航空写真の昔の画像で見えてるだけで、今はもうこの全然草で覆われててもう見えないもんかと思って、もう本当は発掘しに来たつもりだったんですよ。遺跡が壊れてます。ちょっと出します、顔出しますよ。よいしょ。道だねこれ。ただもしかしたらこれが向こうの施設と関連するものかもしれません。その辺は行ってみないとわからんので、これ何これ珍百景出るんじゃねこんなんでもなんかこっちにこのパイプは何か意味あるのかな。それではインター下のとこへやってまいりました。側道的なとこですよね。今からは初見です。もちろんGoogle ストリートビューでは見ましたけども、ボックスカルバートですね。やっぱあるんだね。そういうことなんだね。ここがインターチェンジ入り口ですね。ここはちょっと入れそうにないな。はい、すげええぐい、こう曲がってるんやけど、それやってみましょうか。落書きは犯罪です。そういうことなんだね。だからあれ今明るく見えてるのがおそらくそのピラミッド部分じゃないかな。横の施設とはやっぱ関係なさそうだねこれね。明るいな。なんかまるで上にぽっかり空間が空いて、おお、こういう感じなんだ。こうなってんだねこれね。はい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 。こういう仕組みなんだ。でこれはでもこのパイプなんだろうね。これもなんか融雪系のパイプじゃないかな。普通にここをガラス張りにしないで、ただ単に穴開けときゃいいものと思ったけど、そういうわけにもいかないんだよね。結局横の道から跳ねた水とかが雪とかがかぶるから、こういうふうにしてるんだろうか。しかしなんでこれこんな鋭角じゃないけど結構なカーブなんだこれ。で下り坂なんだね。でこれ結構暗いトンネルですけど、ピラミッドの明かり取りがあることによって、あそこがすごくもう本当開放されたような、そこでもうトンネルが終わってるかのような感じの明るさになってますもんね。だから地元の人はよく知ってるんでしょうけども、知らない私たちにしたらなんであんなところにピラミッドあるのって感じじゃないですか。で出てきました。でもこれなんでまっすぐしないんだこれ。
でことでさっきのあの施設は全くのもって関係がなかったってことだな。ありゃどうもあそこになんかでもあるな。ここに取水口台地区散水融雪設備とありますね。これはさっきのとは違うのかな。これ取水口ですね。融雪の水をここから汲み上げて、ここ溜めて、ここで川の汚れをカスを取ってろ過するものですね。じゃあこれ国道下のこれは何だろう。これは取水口じゃないのか。ここ国道下の溝ですね。川ですね。見ると、なんかこれも消雪設備のパイプのあれですね。でだからもしかするとこのパイプが向こうの地下道につながってるのではないでしょうか。ピラミッドパワーをいただきに参りました、パワーがみなぎりました。はい、何の話やねまあ少なからず多少の気は集まるんじゃなかろうかと思いますんで、ぜひ皆さんここへ来て座禅をしてください。そして車にひかれないようにしてください。でこの直線上にこのさっきの川があるんだ。そっか、この暗渠の先がさっきの場所だったんですね。だから要するに暗渠とこの地下道というかこのボックスカルバートを効率よく使うためにこういう鋭角なカーブにしてあるのかもしれませんね。まあ言うてみたらこっちの方向へドクンとやればいいわけですから、さっきの明かりを取るためにあそこに持ってったのか。こっちの方向やともう分岐点の真上だから明かり取りのピラミッドが作れないからかもしれませんね。まあ何せ意味があることはあると思います。でさっきのボックスカルバートからこっち向かってですけども、この暗渠に入っていくところのここになんか上り口があるんですよね。これもさっきの分岐点のところへ行くんだろうな。ちょっと登ってみようか。なんか結構立派な回廊だぞこれ。でここの道に出てくるんだ。はいなるほどね。そしてここの道歩道にあるんで、ここへのショートカットへの道だったんだ。なるほど。この真下が地下道で、ドンつきそこにピラミッドであちらへ向かっていく寸法です。あそこの施設のなんか付帯設備でピラミッドがあるんかなと思ったら、単なる道路の明かり取りだったってことだけです。それでは最後にボックスカルバートを実際車で走ってみての感想を言っていきたいと思いますね。高さは 2.5 メーターですね。車両通行禁止はございません。でここのピラミッド真下ですね。ここでまあ曲がりきれないわけじゃないな。このピラミッド真下に車止めてお祓いしたらめちゃめちゃ交通安全になりそうな気がします気がするだけですけど。で曲がってこちらの方を下っていきます。でさっきの施設ですけども、もしかしたら本当に海水を淡水にする施設だったかもしれません。その辺まだ定かじゃないんで、それが分かったらまた続編かツイッターで公開しますんでよろしくお願いします。ということで今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。フェマールでした。ありがとうございました。ではバイバイ。